みんなただいま、ダラチューバーのワイミだよ。今日はやりたいことがあってさ、何かっていうと、今期大人気の早々のフリーレンのフリーレンちゃんの声真似解説がしたい。ところでさ、みんな日曜日に投稿したフリーレンちゃんの声真似動画見てくれたかな？ 3 つのセリフ頑張ったんだけど、これがそれぞれどういう工夫して、で、どういう気持ちで撮ったのかっていう解説をしていくよ。まずはアニメや漫画を見たことがない人のために、早々のフリーレンがどんなお話かっていうと、1000年以上生きるエルフの魔法使いフリーレンが、かつて共に魔王を打ち倒した戦友ヒンメルの死をきっかけに人を知ろうとしてこなかったフリーレンが人を知るための旅に出る話だよ。それじゃあ早速始めていくね。頑張って私なりに解説するから最後までお付き合いください。今回はショートで撮ったセリフをもとにお話ししていきます。最後にもしかしたら別のセリフあるかもよ。なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。アイゼン、手が震えてる。怖いの？あっさり認めるんだね。確かにこの糸を何とかするのは無理そうだ。この程度で勝利を確信か。今の魔族はダメだね。はい、ショートを見ていただきました。どうでしたか？まず1個目のセリフ。なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。このセリフって10年一緒に魔王を倒しに切磋琢磨した戦友のヒンメルが亡くなって、でお墓に入れられてる時のシーンなんだよね。種崎敦美さんが演じるフリーレンが一番最初に感情を表したのって多分ここな気がするんだよ。アニメ見た人はわかると思うけど、フリーレンちゃんって基本感情の起伏がないというか、薄くて何を今思ってるんだろうなっていうのが読めない不思議ちゃんなイメージが私はあるんだよね。このシーンって予告の PV にも使われるくらい大切なシーンだからここを目立たせるためにあえて感情を抑えめにして他をなんでもっと知ろうと思わなかったんだろうっていうセリフを印象づけてるのかなって思った。だってここ泣いてるもんね。今回3つのセリフの中で私的に一番難しかったかな。だってまず泣きの演技が難しいじゃん。難しいんだよ。で、結構感情的にはなってるんだけど、でも抜くときは抜くんだよね。思わなかったんだろうのだろうはだろうみたいな、なんだろう、ほぼ息みたいな、こう脱力するように吸ってる息全部はーって出るみたいな。でこの最後のね、このだろうが納得いかなくて何十回も撮り直しました。いやでもいいシーンだね。次2個目のセリフなんだけど、アイゼン、手が震えてる。怖いの？あっさり認めるんだねっていうセリフでしたね。これはかつての戦友でドワーフのアイゼンがいるんだけど、その弟子のシュタルクに出会ったんよ、フリーレンちゃんたちは。でこのシュタルクが竜を倒すことに震えてる場面があるんだけど、そのシーンが師匠のアイゼンと全く姿が被ってるっていう場面があるんよ。そのシーンですね。フリーレンちゃんってさ、すっごく強いんよ。だからさ、あんまりなんだろう、もう自分が死ぬみたいな、そういうの想像しづらかったんじゃないかなって思いますんだね。だから強い敵と戦って死ぬかもしれないって思ってるアイゼンを見て、その姿が、フリーレンちゃん的に珍しく思ったんじゃないかなっていう私の予想ですね。このシーン、師匠と弟子が同じ反応をしてるところはなんだろう、笑ってしまうシーンではないんですけど、私的にすごくもうしてやってるなって感じで微笑ましかったですね。でこのセリフの感情って起伏があんまりないんだけど、その中に怖いのってなんだろう、アイゼンを心配してる気持ちが入ってそうかな。でその後にある弱気なアイゼンの一言に、そうなんだ、意外だったなーって
驚きみたいな、そういう動揺みたいなのが感じ取れたかなって感じですね。最後は、確かにこの糸を何とかするのは無理そうだ。この程度で勝利を確信か。今の魔族はダメだねっていうセリフでしたね。このシーンは魔力の糸で宙ぶらりん状態になってる時のセリフなんよ。普通だったらみんなこの魔力の糸で首ちょんぱされてるんだけど、フリーレンちゃんは魔力を首に集中させたことによってそれは防げたみたいです。このセリフ気だるげに言ってるんだけど強い言葉だよね。今の魔族はダメだねって、これ諦めと呆れがすごく現れてると思いますね。あとこの時ね、顔が若干上向きになってるんよ。だから私も収録する時は若干上向きで喉が開くようにして喋ったかな。やっぱ喋ってる時と、その人物と自分も同じ状況にして声出すとより、雰囲気寄せられるよね。この時のフリーレンちゃんの格下を見るような視線がとてもぐさって刺さりましたちょっとぜひ見てみてください。買っちゃった。何に使うのこれ。この薬は服だけ溶かすんだよ。返品してきなさい。以上、声真似の解説をやってみましたが、どうだったかなみんな。できてた私。やっぱさ、一番最初のさ、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろうってセリフさ、ちょっと難しかったね。私は難しかった。何かの参考になったらいいなって思います。人を知るってなんだろう。そんなことを考えさせられる王道ファンタジー、早々のフリーレン。アニメ見て面白かったので、私は漫画も読もうと思ってます。面白いので、ぜひぜひみんなも見てみてね。最後までご視聴ありがとうございました。この企画、いいね。ワニちゃん、いいね。って思ってくれた人は、チャンネル登録と高評価、そして感想やリクエストなどのコメントもお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。あつだらーん。